おだすこんちこんばんポテトで今日もポテトぶつけていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、グランナークロスでもピンクは効果あるのかやっていきたいなと思います。これね、何度もコメントいただいてたことでですね、ちょっとコメント見つけられなくてですね、画像ないんですけど、いっぱいねコメントいただいてたので、これやっていきたいなと思います。ひたすら上げてきました。使ってきた選手はですね、トーマスパーティーをチャラくしたトーマスパリーなんですよね。なんですが、ちょっと待って、誰？さあ早速やっていきたいなと思います。まずなしからねやっていきますね。トーマス・パーリー以外はですね、全員無印の状態でやってきていました。トーマス・パーリーちょっと24になってから初めてですね、考えてみたらね、こんなに変わってるとは思わなかったけど、グラウンダーパスだとどうだろう、効果あるのかな。はい、見ていただきました。どうだろう、結構敵に取られてる感じはしますよね。今回ね、敵は何も入力してないんですけど、それでも取られてるっていう感じでしたね。あとはね、なんだろう、シンプルに下手っていう数値めちゃめちゃ低いんでね、なんか下手だなっていう感じはしましたね。さあ、ここからはピンクロ付きですね。ピンクロ持ってるトーマス・パーリーになっていきます。むしろ最近このチャンネルを知った人はトーマス・パーリーのこととか知らないかもしれないですね。うちのエースなんでね、ぜひ覚えて帰ってくださいでもいい感じのクロス上げれてんのかな。はい、見ていただきました。でも結構シュートまで結構いけてんのかな、そんな感じはしましたね。その印象はありましたね。明らかに違うのかって言われるとちょっと微妙なんですけど、一旦数字見てみましょう。はい、ということで多少上がってましたね。ちょっと高いって感じ。軌道とかその辺に関してはまたちょっとこの後詳しく見ていきますが、やっぱりインパクトはどうなんのっていう話気になっちゃうね。やってみました。インパクトのグランダークロスですね。これでどう変わっていくのか見ていきます。まずはなしからですね。今回はですね、大体どれも40本程度ですね、やってきました。で、相手のゴールキーパーはですね、チャンピオンズリーグの手足低減ですね。なので結構強いキーパーにはなりますね。でもはい、見ていただきました。さっきよりはだいぶいい感じですよね。やっぱグラウンドクロスでもインパクトになるだけでだいぶ違うんだなっていうのが分かりましたね。ただよくわからないところで蹴ることもやっぱありましたね。なんかそこ蹴るんだみたいなねところはちょっとありましたよね。さあ、ここからピンポイントクロス見ていきます。ちなみに普通の時はですね、ピンポイントクロスあることでスペースに蹴ってくれるという能力があったんですが、グラウンダークロスでもそれがあるのかっていうところですよね。見ていただきました。明らかにいいですね間違いなくいい。多分結果見る前からわかるんじゃないかな。明らかにシュートまで行ってるっていうシーンがかなり多かったですね。ちょっと結果を見てみましょう。こうなりました。これ言うの忘れてました。これシュートになった確率ですね。シュートまで行けた確率になっています。明らかにだいぶ違いますよね。で、特にこのインパクトクロスのところ、ここはピンポイントクロスとありとなしだとだいぶ違いましたね。相手は無抵抗とはいえかなり上がってましたね。で、ここもですね、ピンポイントクロス持ってなくてもインパクトにするだけでだいぶ確率がね、ある程度上がるってことも分かりましたね。数字は分かったけども、じゃあどれ違うのか、何が違ってるのか見ていきましょう。まずはですね、このピンポイントクロスのこのなんていうんですかね、スペースに蹴れてる感じっていうのはやっぱりありそうですね。見比べるんですよ。右がなしなんですけど、同じようなシーン持ってきました。この状態でですね、スペースに蹴れれば1点みたいな、そんなシーンなんですけど、これね、
ピンポイントクロスはこのスペースに蹴れていて、なしの方はこの足元っていうのかな、そっちに蹴っちゃってるんですよね。この違いはやっぱあるのかなと思いました。これね、インパクトの方もあって、同じようなシーンなんですけど、ここもですね、ピンポイントクロスの方はですね、スペースに蹴って、で、なしの方はスペースに蹴ってなくて相手に取られてるというような感じ。これね、ピンポイントクロス持ってなくてもできることはあるんですけど、確率はね、ピンポイントクロス持ちの方が高かったですね。はい。というところで、結論。ピンポイントクロスはグランダークロスでも効果ありますとします。はい、ということでですね、見ていただきました。これ見ていただけば分かったんじゃないかな。結構の違いも分かりましたよね。やっぱりピンポイントクロスは優秀ですね。非常に優秀ということが分かりましたので、ぜひ参考にしていただければなと思います。今日はですね、多分メンテ終わったらメッシもね、きっと来るであろうし、その辺もね、楽しみにして待っていきましょう。というところでですね、この辺も参考にしてやってみてください。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんはこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見、ご感想、グレモ等々あればですね、コメントを教えていただければなと思います。年内チャンネル登録者数3万人を目指しておりますので、この動画良かったな、参考になったなと思った方はですね、高評価、チャンネル登録をしていただけるとすごく励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。いや、メッシどんな感じで来るんだろうな。皆さん予想しながらですね、ワクワクして待っていきましょう。ということで今日の動画これで終わりたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。